1954年8月、シベリア・ハバロフスクの収容所で声を失った男が紙に鉛筆でこう書いた。必ず遺書を日本に届けてほしい。遺書は書いてあった。4500字、ノートで15ページ。だがこの収容所から日本語の紙を持ち出すことはできなかった。詩編の日本史。今回の詩編は一通の遺書です。山本幡男、明治41年、島根県の隠岐諸島西之島の生まれ。小学校長の父の長男である。大学へは進めず選んだのが東京外国語学校のロシア語科である。ロシア文学に惹かれた。だが卒業を目前に全国一斉の検挙で捕まり学校を追われる。以後8年、母と4人の妹を養った。昭和11年、満鉄に入る。試験官が巻くというロシア語で調査部に採用された。ソ連の新聞や雑誌を読み分析する仕事である。ロシア語を選んだ人がこの後ロシアに抑留されるんです。1944年7月、召集。36歳、二等兵だった。翌年の1月、ハルビンの部隊へ。1945年8月9日、ソ連が参戦する。8月15日、戦争が終わる。だが、そこからが長かった。武装解除された人々は、そのまま貨車に乗せられた。行き先は知らされていない。列車は何日もかけて北へ進んだ。戦後、およそ57万5千人が抑留され、そのうち5万5千人ほどが亡くなったと日本政府は推計している。山本は満鉄でソ連の資料を読んでいたことを理由にスパイ行為とみなされた。重い刑を言い渡され収容所を移されてゆく。戦闘が終わった後に9年が始まった人がいる。収容所には日本軍の階級が残っていた。上官が上官のまま、部下が部下のままである。山本はこれを嫌った。自分たちで始めた俳句の会では全員を俳号で呼ばせた。山本の俳号は北明氏。小学校しか出ておらず俳句の17文字を数えられない人にも山本は最後まで教えた。紙がないので作業用のセメント袋を切って鉛筆で書いて閉じた。それが句会の回覧紙だった。セメントの袋が文芸紙になるんですか？山本はこう書いた言う。高山著牛は文は人なりと言った。私はこれに倣って俳句は人なりと言いたい。俳句を磨こうと思えばまず人を磨かねばならぬ。収容所には日本語の新聞があった。ソ連が管理する思想教育のための新聞である。壁新聞もあった。見せるための日本語は許されていたのである。あれ、日本語の紙は持ち出せないという話でしたよね。新聞も壁新聞も日本語で書いてるじゃないですか。だが俳句の会は違った。日本人が決められた目的以外で集まることは禁じられていた。だから句会は隠れて開かれた。紙はない。あっても書いたものを持っていれば見つかれ。だから彼らは地面に書いた。棒で土に、釘で凍った地面に。読み合って覚えて消した。1949年頃、山本はこんな句を読んでいる。地に書いてうなずき合うや日向ぼっこ。書いてうなずいて消したんですね。日本には妻のもじみと4人の子がいた。上の子は12歳、末の娘は父が召集された時1歳だった。生きているかどうかわからない年月が続く。1年経っても2年経っても頼りはない。はがきが届くようになったのは抑留から7年が過ぎた1952年からである。
赤十字を通した往復はがきがようやく認められた。山本のはがきはいつも同じ書き出しだった。まず私が元気に暮らしておることをお知らせします。ご安心ください。そして1953年5月のハガキにこう書いている。家から小包が届いた例を述べた後の一節である。ことに文房具類や紙、書き物は送らないように。送っても無駄になるから。届いた紙は受け取るその場で没収されたという。理由は書いていない。送っても届かない。書いても渡らない。1953年の春から山本は喉に異変を感じている。翌年、仲間たちの願いで市内の大きな病院に移されたが、手遅れだと診断され、翌日には収容所へ戻された。そして1954年の5月、声が出なくなった。以後、山本が人と話す手段は筆談だけになる。この頃、仲間たちは考えていた。山本さんに遺書を書いてもらえないだろうか。だが言い出せなかった。遺書を頼むことは本人に死を告げるのと同じである。決断したのは満鉄時代の上司だった人である。万日のことを考えて家族に伝えることがあれば書いてほしいと頼んだ。山本は黙って筆談ノートに2文字だけ書いた。明日。1954年7月1日の深夜から翌2日にかけて、山本は一晩で遺書を書いた。ノート15ページ、4500字。宛先は4つに分かれている。母へ、妻へ、子供たちへ、そして収容所の仲間へ。壁新聞は見せるために書く日本語だった。はがきも検閲を通ることを前提にした日本語である。だが家族にだけ宛てた4500字は誰にも見せられない。見せれば没収される。帰国が決まると持ち物が調べられる。日本語の紙が1枚でも見つかればその人は列から外される。収容所へ戻され、刑が重くなった人もいた。紙に書いて持てば見つかる。かといって4500字は地面に書ける長さではない。じゃあどうやって？遺書の一番最初に置かれた一通。宛先は収容所の仲間である。この遺書は暇ある前に暗唱復唱されて、一字一句も漏らさざるやう帰化の神官に命じたまえ。心ある人々よ、必ずこの遺書を私の家庭に伝えたまえ。暗唱して繰り返して一字も漏らさないように覚えてくれと書いてある。4500字を覚える？彼らは地面に書いて読み合って消してきた。消える文字で言葉を渡すことにもう慣れていた。母への一通は詫びから始まる。なんという私は親不孝だったでしょ妻への一通はこう始まる。妻よ、よくやった。実によくやった。夢にだに思わなかったくらい、君はこの10年間よく辛抱して戦い続けてきた。自分の死を書く前に妻の10年を先に書いている。締めの言葉は4文字だった。う。さようなら。子供たちへの一通は4人分で一番長い。まとめて書かず1人ずつ名前を呼んで書いている。父が召集された時、長男は12歳で末の娘は1歳だった。8年会っていない。特に健一は一番才能に恵まれているから。8年会っていない子供の才能の話をしている。君らが立派に成長してゆくであろうことを思いつつ、私は満足して死んでゆく。どうか健康に幸福に生きてくれ。長生きしておくれ。長生きしておけと。遺書を書いたのは7月2日である。その1ヶ月半後、8月15日の走り書きが残っている。死のうと思っても死ねない。
すべては天命です。遺書は万一の場合のこと。小生、もちろん遺金として逃走している。望みはあるのですから、決して 100% 悲観せずやっていきましょう。遺書は万一の場合のことだと自分で書いている。この人は遺書を書いた後も帰るつもりでいた。10日後の8月25日、ハバロフスクの収容所の病室で亡くなった。墓には名前を刻むことが許されなかった。立てられたのは番号だけを書いた白樺の破標である。番号は45。番号だけでは後から誰の墓かわからない。同じ収容所にいた仲間の一人が監視の目を盗んで、その白樺の根元に鉛筆で名前と日付を書き入れた。遺書は何人かで分けて覚えられた。この章はこの人、次の章はあの人と担当を決める。妻よの章にも覚えた人がいた。覚えるために遺書の一部を紙片に書き写して作業中に隠し読みした人もいる。その写しは見つかって没収された。紙はやはり消えた。残ったのは覚えた人の頭の中だけである。最後の引き上げ船が舞鶴に着いたのは1956年の暮れ。その翌月、覚えて帰った一人が山本の家を訪ねた。覚えてきた遺書を紙に書き起こして渡すためである。遺書の最初の一通が家族に届いたのはこうして死から3年が過ぎた後だった。ここでへーのお時間です。後に遺書を書き写したノートが見つかりました。書き写したのは収容所の仲間です。記憶をたどって復元された文章とその写しを突き合わせてみたそうです。一字一句違わなかったそうです。しかも山本さんの字体まで真似て書き写していたと。人間の記憶は紙と同じ精度で言葉を運べたんです。遺書の本文にこう書かれている。山本幡男が一番伝えたかったことである。私の望みは一つ。子どもたちが立派に成長して社会のためにもなり、文化の進展にも役立ち、そして一家の生活を少しずつでも幸福にしていくということ。どうか皆さん幸福に暮らしてください。これこそが私の最大の重要な遺言です。紙に書けば没収される。地面に書けば消える。だからこの言葉は人に覚えられて日本へ帰ってきた。次の1枚を探しに行きます。チャンネル登録とこの動画の高評価がその力になります。どうぞよろしくお願いいたします。